been some time now. Here's to moments time can age. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Well, サバせっかく撮り直したのにあの曲。Welcome everybody. Welcome to Downtime. 来ました。8年ぶりの Downtime。8年ぶりの Downtime。俺とまた大平さん座ってますよ。なんかこう新しくなってね。そうよお我らがこのフラグをね、美しいね。素晴らしいですね。ちょっとシワになっちゃったけど、見た目は多分そんな変わってないけど中身ちょっと変わってて大平さんのね。いやまあ見てる人からしたら見た目も変わってるかもしれないけど、変わってるあいつ太ったなみたいなね剣髪染めてるみたいになってるね多分。ちなみに今これ撮ってるのはクリエイターサポートこう支援サイト、サブスクサイトパトリオンの、会員限定のコンテンツなんですけど、そのいつもねダウンタイムだったりゲスト呼んでこう質問してみたいなっていうコンテンツだと思うんですけど、これはねこのコンテンツは俺と、大平さん、そして後からね紹介するジョシュ、新しいチームメンバーのジョシュと一緒にちょっとこう話をするというで今回はちょっとエピソード0みたいな感じで始まる前に何してたみたいなっていうのをとか、そういう話をちょっとできたらいいなと思ってしてます。この世の終わりみたいな声してっけど、これはねしょうがないんだよ、声出なくなっちゃったんだよ。そうだから風邪とかじゃないんですよね。そうもう1ヶ月半とか2ヶ月くらい弱ぐらいやってっから、来年の今頃も同じ感じなんだけどもうこれで大平さんの声も決まってるよ一旦これでフィックスしといてこれがもう、2024年版ダウンタイムの天の声がこれっていうことで大丈夫ですよね。そうこれで大丈夫でもそう発生とかしてて、痛みとかそういうのはないんですか？ない疲れるはあるけどね。ちょっと喉を使ってるっていう感覚はあるんですね。なるほど。変わったことってありました？ずっとやってバンドもそうだしエンジニア業だったりずっとやってて、なんかこう変わったことがやること自体はそのプロセス的には多分似てることが多いと思うんですけど、その7年間でこの考え方とかっていろいろ変わるじゃないですか。変わるよ。そういうのがすごい気になる。だいぶ変わったね。哲学的になっちゃうけど。いやどうぞ。そう本当レコーディングとかもなんつうの、もう毎回簡単なこともあるけど簡単じゃないこともあるから、もう乗り越えるにはみたいな、その間生き延びるにはとかもすげえ考えるし、ピンチもすげえあったし、物も売ったし、物も買ったし、そのサイクルですよね。サイクルで一番大きいのはもう40歳を超えたっていうね。それが一番大きいかな。40歳超えて音楽やっててみたいな。将来も考えるんだよ。お前も考えるようになるんだよ。俺も今聞こうと思ったのは30になった時に俺結構人生のターニングポイントの1個あったんですよ。なるほどね。ずっと働いてたところを辞めて、それこそフリーランスになってとか、ジャーシュとも出会った理由でもあるその配信、ゲーム配信の方で7年間ずっとやってたりとかしたし、それもフリーでクリエイターみたいなことをやってきたんですけど、で30だったんですよ。40でまた次のステップがあるってことですか？あるよ来るじゃあ大平さんは30の時にあったよ。これのスタジオができたのがちょうど29とか30ぐらいだったから。そうだったから結構ね10年区切りぐらいでなんかいろんなこと起こってて。そう待ってそれちょっと待って、ってことは俺たちがあそこのソファーを組み立てた時は大平さん今の俺より年下ってこと？そうだよ。わおこの落書きをした時そうだよってこと？何年って書いたんだよそれ。2013年しかもだってそれアルバムの時でしょ。これは多分アルバムの時ですね。ここができたのが2012で、それが9月なんだよ。それが9月で
多分ね9月の12やった気がすんだよね。めっちゃ覚えてるじゃん。最初のレコーディングEP とレコード7インチ撮ったんだよ。そうそうスタチューズっていう7インチをここで、そうはい、その Swords っていう曲の初めてレコーディングしたやつ。そう、はい、その時はパソコンもなくてノーパソしか持ってなくて、うんなんかその壁に穴が開いてっからそっからなんか入れてで喋るのもなんかトークバック返せないからなんかこっちでけえ声出してそっち聞こえるとか言ってはいとか言ってなんかやってたんでやってた。そうこっから始まるんだみたいな。そうアーティックがね。まだ物が全部入ってなくて、うんねそこで撮ったんだよ最初に。で今のねここまでずっとアーティック同じ場所でそうダウンタイム前もやってみたいな、なんとかキープしてきましたわ。どうやってやるの？だから俺もフリーランスで、こう去年からフリーランスになったんですよ。いろいろその、もちろん配信の方もそうだけど、翻訳の方、字幕つけたりとか、いや本当に精神が崩壊するんですよ。精神崩壊するね。この波がやばすぎて。波やばいね。でこう来てる時とかでも別に安心感ないんですよ。ないね。ないから、そので安心感もないしお金がちょっとこう入って嬉しいってなったとしても、あれ次とか、俺の場合とかだったらリリックとか書かせてもらってるから、で大平さんも呼んでくれたりとかしたし、そのバンドってレコーディングする時とリリースの時で大体決まってるじゃないですか。そうだね。絶対例えばこう夏に向けて1枚出すとか、おおよそのシーズンがねそう決まってるね。あるから、もう来ねえシーズンがあったりとかってのは分かったりするから、やっべえ。で年末はみんな撮りたがるから、その時にいっぱい仕事ねいただいてやったりとかするけど、やっぱその不安定さでやったじゃないですか。でもずっとやってるじゃん。やってる。だってエンジニアなんてもうフリーランスもうフリーランス、もうフリーランスよ。就職したことないから俺。もうそれでずっとやってんのもすごいし、どうやってやってるんですか？それでは今日の本題に参りましょうか。気になる。iPad ででも本当にね、その仕事でにいた時とかもずっとリリックとかはやってたし、音楽も言うてしまえば、フリーランスっつったらちょっと変だけど、そういうクリエイティブなホビーでもないけど、そのクリエイティブなアウトプットというかでずっとやってた。でもそこのなんだろうコアにある仕事をなくしたというかやめて、その本当にフリーだけでいくともうねフラーみたいな。でもそうやって心配になっちゃったり精神が崩壊しそうになってるやつは超ラッキーだね。どういうこと？俺はその20代でこういう世界を作ってきて、その時は就職もしてないからなんつうのメンターがいないわけよ、はい、あまりね。もともとフリーランスでやってた先輩がいて、川原さんっていう人がね、いて今スタジオセルテスっていうところでやってるけど、お世話になりました。そう、でやってるけど、それをこう後ろから見ながらこう想像しながら、あの人はこういう風にやってんだろうなっていうのを想像しながら追っかけてたみたいな、ただでも見てくれをこう追っかけてるような感じだったよね。本人が何を思ってるかとかは、実際深いところは分かんないから、だから見てくれを真似してマイクをいっぱい買った方がいいんだとか、なんか機材いっぱい買った方がいいんだとか、なんかその頑張ってやって、でそういうの物を買ってもさ使えないわけじゃん。そうですね。そう若造だからさ全然使えないから、そういうのを繰り返しながら覚えていくんだけど、最終的にもうほんと近年40超えて今41だけど思ったのは大きく4つだね。4つ。フリーランスに関してなんかその今から喋ることはちょっと真面目な話になっちゃいますけどなんかなんつったらこのやり方とかっていうことじゃなくて、そういう世界なんだよっていう構図の説明、これが分かってるか分かってない、頭に分かってるか分かってないかっていうとなんかちょっと大げさなんだけど、意識ちょっとできるかできないかで多分ね心持ちは大きく変わってきて、なるほど、将来のね舵取りが変わってくんだよね。ちなみに、入る前に聞きたいんですけど、フリーランスをやり始めてどれぐらいになるんですか？20年だねもう。20年最初からもでこの今こう
頭の中にあるその4つって言われてた、でに来るまで、気づくまで、多分いろいろあると思うんですよ。いろいろあるよ。で最終的に多分ここだろうな、20年やってきて多分ここだろうなっていうところがに来たと思うんですけど、そうだね。どれぐらいかかりました？そこに行くまで。はいやもう20年だね。20年わかんねえな。でも少なくともスタジオができた時はやっぱ困惑したよね。楽しい気持ちもあるし、もうやべえ大げさなことになってしまったっていう、後戻りできない、後戻りできないっていうのもあるし、でそこからじゃあ気合い入れていかなきゃっつって決まってやって失敗したこともあるし、そうだから気合いの入れ方違ったなみたいなとかもあるしなるほどね。そうで多分まあ音楽やってる人、俺とかケンとかなんだろうね、これちょっとね難しいんだけど、大まかにフリーランスって自由じゃん、フリーダム、と役割ロール、と規模スケールと自分のアート、やりたいこともうそのいっぱいあると、ビデオだったり、配信もそうだし、こういう、このダウンタイムもそうだし、音楽だったりみたいな、アートっつって多分ねこの4つが大きくね軸として考えておくべき、常に頭の後ろにもう定規みたいにあるみたいな、いう状態、もう揺るがないもの。これはもうねなんつったらいいかな、言葉になってるからアーティフィシャルなんだけど、俺はこれは自然の一部だと思ってる。もう概念ですよね。概念、そう概念でもう誰もいじれないもの、もうこの構図はもう絶対できちゃうみたいな、ものは硬いっつうのと一緒、みたいな感じ、この4つは絶対あるよと。そう、でじゃあ説明に入りますけどこれ大丈夫？なんかメモってたやつ順番になってる？全然大丈夫、もう全然そう